いう感じだと思う。飲める方がいいよね。話してて面白くないとよく言われます。どうしたら異性に好かれる会話ができるのでしょうか。どういう人は面白くないと思います？逆に会話がラリーが続かない、へーとかリアクションが下手。なんかこっちばっか質問してるじゃんとか思うとつまんないって思っちゃう。なるほど。こういうのどうですかねみたいな話に対してわかんないとかつまんないって思っちゃう。そいつはだいぶつまんないですか？無理って思っちゃう。なんか人の話を別に聞く必要がなくて、まあ必要はあるんですけど、なんかその間で相手に対する質問を考えればいいんじゃないかなと思って。質問をじゃあしていった方がいい。面白いってそのユーモア、芸人さんみたいなことをしろなんて多分誰も求められてないじゃないですか。そのプロだしって思って。関西の人とかが現れたらもう無理じゃないですか。その場の空気、頑張っても追いつけないなんか差が感じるじゃないですか。だからそこじゃなくて、なんかつまんないって言われる原因がきっとある。どういう人つまんないと思うんですか？私はそういう本当もう相づちが下手な人とか、なんか聞いてる内容に対してどういうこととか一回ワンクッション挟まれちゃうとちょっとってなりますね。でもつまんないって、話が盛り上がらないってそう共感をあんまりできない。興味持たれてないってことですよね、まず。なんか、興味ない人に対してその相手側もあんまり頑張ろうとしないじゃないですか。だから興味を持たれる何かを強みを持てばいいんじゃないですか。その人が例えばファッションとか尖ってたらなんかそれすごいねみたいないじられるポイントあるわけじゃないですか。まあなんかしらいいんですよ。何でもなんかすんごい真っ赤な服着てたりとかでも何でもいいんですけど、なんか一つ強みじゃないけどいじられる一つのポイント作って、でそれに対していやーとかなんかしょうもない返事じゃなくて、なんかその赤い服着た理由を言えたらラリーが続くじゃないですか。ちゃんと理由があってやってれば。そうだと思うけど、違う。面白い人ってどう？私も面白い人わかんない。確かに難しいですね。でもよく言われるって面白くない。じゃあ勉強する。芸人さんをいっぱい見て。確かにだから自分の話を封印して。一回聞かれてもないのに自分の話は絶対しないとか違う本当に私韓国行きますみたいな、仕事ですか？めちゃくちゃそういう話ばっかりするんだ。今日マネージャーさん可愛かったあります。乳製品とか結構それで8月韓国行ってきます。何しに？遊びにねえ、報告が自慢ばっかり本当にあれですよ、弾丸で、久々に会ったから最近の出来事を教えてくれるんですよ。だから聞いてもないのにねそれはね、別に韓国興味あるから全然そんなどこ行ってきたのとか楽しみ、お土産話楽しみですけど、今日の話的にちょっと突っ込まざるを得なかったタイミングがそうネタを持ってきてくれてめっちゃ面白かった彼女の家に行かせてくれません。理由も分からずでもうすぐ6ヶ月になります。じゃあ彼女は一人暮らしってことですよね。まあ多分そういうことですよね。実家だったら逆にね、どんだけ6ヶ月で行こうとせなと思いますけど、家入れたくないもんですか、女性の一人暮らしは。でも彼氏ですよね、むしろなんか鍵あげるとかじゃないんですか？なんですか、じゃあ入れない理由は何なんですかね。だらしないとかその言い方って何回か言ってますよね、多分。いいって何回か。6ヶ月間に多分月1ではアプローチしてると思う、毎月
でも片付けないってことですねじゃあそれだとしたら明日行っていいとかだったら全然その日のうち片付けられるぐらいの生活水準ではいたいですよね、ちょっと片付けるのに1ヶ月かかるわちょっとないと思うゴミが捨てられない女とか、例えばなんかこう曜日出しのプラスチックの日だけ出せないとか1回逃すと2週間ぐらいやそうゴミ出しのめっちゃ通販して段ボールたまるのに腰回収いけないとか私視点ですよ。私が家に入れたくない時は部屋が散らかってるからちょっと片付けさせてって思うけど、なんで入れないんだろう。男と住んでる最悪な状況だとしたら最悪だから理由をまずは聞くことから、理由も分からず濁されるんじゃないですか。今度ねとか6ヶ月か6ヶ月かまずはでも聞かないと解決しない、毎日佐野ひなさんに会えるんじゃと思いながら都内に住んでいます。偶然に会えることは声かけられることあります？なくはないですけど、横丁とか行ったら普通にカップルとかに声かけられたりとかしますよ。横丁行くんですか？でなんか全然声かけられたと思ったら普通にナンパだったりとか関係なく普通にねご飯食べてるって感じです。生ハム食べてたりとかします。横丁で立ち飲みみたいなところの多分横丁とか、多汗症で手がつなげないのどう思いますか？汗かいちゃうってことですか？多分手のひらに発汗しちゃうってことじゃないですか。でも高校生の時に1週間だけ付き合った子がめっちゃ手つなごうって言ってきた時に、なんかグンって感じで手つないで、なんか握力強みたいな、多分緊張してたんですよ多分きっと、ちょっとみたいになっちゃったんですけどいやなんか汗がすごすぎて汗みたいなんか握力強いのにぬるってしててちょっとって思った時はあったけど、別に嫌っていうよりか可愛いなみたいな、ウブだなみたいな、調べたら20人に1人手の汗でもう治す薬とかもあるみたいです。あるんだ、そう手のひらボトックスとかあるよね。手のひらのボトックスなんか脇とか汗をかいちゃうところをボトックスで止めれるんですよ。1回やったら半年ぐらいは持つって言われてて、でもすっごい風打つと思うんです。注射チク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 。元カノの写真とかスマホに残っていたら許せませんか？単なる一つの思い出なんですが、あれね、男性はよくあるこう思い出のフォルダを消して、女性は、削除切り替えアップデートみたいな。女性はほぼ消してんですか？逆に基本消してますね。容量がなくなったら容量確かに放置はするか、一旦放置。力もあるじゃないですか。確かに長く付き合ってるとね、そうかも。でもなんかプリクラとか学生の時元カノとのプリクラとかを見つけた時とか、彼氏が元カノと使ってた日記帳スケジュール帳があったりとか、それなんていうの、見つかる場所に置くなとは思いますね。だって携帯なんてよほど嫉妬深い子しか見ないじゃないですか、携帯の中とかって。だからそこに残すぐらいはまだセキュリティあると思うんですよ。一応ロックとかあるわけじゃないですか。でもなんか引き出し開けたら入ってるとか、なんかソファーの前の棚とか、なんていうんですか、手の届く目の見える範囲にポンって置いてあるのはやめてほしいですね。イライラするそれ見つけたら言うんですか？見つけてこれは何ってなって話し合います。そんな
大ごとになるんですか？大ごとに別にだから何って話じゃないんですよ。なんか別れようとかそういうのじゃなくて、単純にこれはなんでここに置いてたのっていうさそうそうそう、置いてた理由とか、もう単純にもう置きっぱにしてて忘れてたとか、そうだよねみたいな、じゃあ捨てるよとか見なきゃいいっていうのありますよね。物物証なければ。でもさ、それをさ見ちゃった時にさ、じゃあ仮に本当は本心は自分からごめんごめんしてるが、もう100点なんですけど、いやこれちょっと思い出それはダメだそれはダメでしょ捨てるのこれそれはダメです。ひなこさんの100点で終わりましょう。そうしようっていうので捨ててください。でもなんか思ったんですけど、見つけるもの年を取るでは取るほどこう気にならないとかこうそうなくなってくるよね。収束してくるじゃないですか。うんだからやっぱ若いよね、多分嫉妬してるうちは若いよね自分がって思います。そうですかね。じゃあ今日ははい、今日はいっぱい質問が来ましたが、みんななんか結構いましたね。モテないとか出会いがないみたいな、今時っぽいなと思いました。でもアプリとかでね今全然会えるし、普通ですもんね、それが。だからちょっと視聴者の方たち頑張ってほしいです。幸せになってください。お疲れ様です。